いささか突然であるが、私は視聴者諸君にとある質問を投げつけたい。それはズバリチャーハンに関する問題である。 YouTube という大海原の中にはチャーハン動画というものが5万とある。しかし皆一様に言えることは、低評価と批判的発言が多いという点だ。素人ならともかく、プロフェッショナルとおぼしき料理人に対してもこういったマイナスの要素が内包されたコメントで溢れている。なぜか私なりにその理由を探ることにしてみた。その1、彼らは皆中華の巨匠陳建一の一族であるという説。言うまでもなく彼の息子は陳建太郎一人となっているが、それはあくまで表に出ている情報。その他に数万人の子供がいるかもしれないという一見馬鹿げた推論ではあるが、かのモンゴル帝国を築き上げたチンギス・ハンには約1600万人の子孫がいるという情報もあるため、確固たる否定はできない。幼少期からチャーハンの英才教育を受けていては、大半のチャーハン動画にケチをつけるのも無理はない。その2、彼らは皆中国は河南省の山深くにあると言われるチャーハン専門の修行寺の門下生であるという説。こちらの方が属性の皆様には受け入れやすい推論かもしれない。毎日中華鍋を鬼神のごとき面持ちで振り続ける彼らからしてみれば、日本のチャーハンなんて鼻で笑ってしまうレベルだろう。しかしグレートファイアウォールによる情報統制の隙間をかいくぐり、日本のチャーハン動画に基地をつける門下生の姿はいささか想像することが難しい。おふざけが伸びてしまったが、私の個人的見解としては、シンプルなものであればあるほど原理主義者が湧くというのがこの世の常であると考えている。これはペペロンチーノの入荷中にも通ずる現象であろう。というわけで、この動画にもそういった愚か者がどこからともなく湧くことは必然である。しかし私はあえて声を大にして彼らに言いたい。人のチャーハンにケチばかりつけていないで、たまには自分で作ってみたらどうだ。というわけで本題に戻る。このシリーズでは家庭用コンロで中華料理屋のチャーハンを作り上げることを目標にしている。それもただの中華料理屋ではない。部屋の隅に競馬中継を流すブラウン管テレビが置かれ、店主がカウンター内でタバコをふかしているような中華料理屋である。そして前回の動画のコメント欄に湧いたチンピラたちの安い煽りに乗りながら、私は再び鉄鍋を手にしたのであった。早速調理を始めていこう。まずはベースとなる具材の下処理からである。ネギに関しては満場一致の見解だろう。ネギがなければチャーハンのあの風味は生まれ得ないのである。続いてかまぼこを切っていく。これは前回の反省を生かしての結果である。圧倒的コストパフォーマンスを追求した下町中華にチャーシューのような高級食材を使用することは稀であるからだ。今回は近所のスーパーの在庫がディズニーつむつむかまぼこだけであったため、こちらを使用することにする。誠に勝手ながらミッキーの部分は見栄え的に良くないので、明日の汁物に入れることにし、ピンク色の部分のみを手早く切り分けていく。仕込みは以上だ。早速本調理に入っていく。これも前回の反省点ではあるが、今回は油にラードを使用することにした。こうした方がぐんと香りが良くなり、より本格的なチャーハンに近づくと下北沢にある汚ねえ中華料理屋のおじさまが言っていたのだ。フライパンはもちろん鉄製中華鍋である。熱伝導率を保温性を考えると、やはり鉄製にこだわる方がより本格的な仕上がりになる。これはおっさんではなく私の考えである。煙が出るまで鍋を熱したら卵2つを入れていく。ここで卵2つは多すぎるという声があるかもしれない。私もそう思った。しかし投入してしまったものは仕方がない。今回は卵チャーハンという位置づけにしようではないか。続いては米である。こちらは冷や飯となっており、冷蔵庫に入れてやや水分を抜いているものになっている。粘りのあるジャポニカ米にはやはりこのような調理法が適していると考えられる。ここからは米同士のくっつきがなくなることを最優先に考え、鍋を振りたくなる衝動を極力抑えて丁寧に炒めていく。米をお玉やヘラで軽く潰すようにすると手早く分離することができるが、大半の方の人生には何の意味もない雑学であろう。ある程度全体にまとまりが出てきたら、ここへ調味料、塩、胡椒、そして味の素を入れていく。胡椒はもちろん細かくグラインドされたテーブル胡椒を使用している。化学調味料否定派の方はここで目をつり上げて批判してくるかもしれない。もちろんそれも理解はできる。防腐剤、着色料、保存料、さまざまな化学物質、体によかろうはずもないが、だからといって健康にいいものばかりを摂る。これもまた健全とは言い難い。毒も食らい、栄養も食らう。両方ともにうまいと感じ、血肉に変える度量こそが食には肝心だ。どっかの誰かがそんなことを言っていたような気がする。加えてあくまで私が目指しているのは自然派オーガニックチャーハンではなく、下町中華のチャーハンであることを了承願いたい。調味料がきちんと混ざったら、具材となるネギとかまぼこを入れていく。すでに米と卵には十分に火が通っているため、ここからはスピード勝負である。米の表面が焼き焦げないよう鍋を振り、まんべんなくかき混ぜる。最後に風味付けとして醤油少々、酒少々を鍋肌にかけてから混ぜていく。やはりここでボトルから垂らすのはかなりの時間のロスとなる。これでは米に火が通り過ぎてしまう。次回はあらかじめ皿に出してお玉ですくい取ることにした。あとは軽く混ぜて完成だ。これが現在の私が作る普通のチャーハンである。早速食べていこう。パラパラ具合は申し分ないだろう。香りもすごくいい。これは大いに期待できそうだ。うまい。かなりうまい。店でチャーハンを頼んでこれが出てきてもおそらく文句を言う客はいないだろうし、ネイティブアメリカンなガールフレンドがいたら It's so good と言いながら私の胸へ飛び込んでくることは必至であろう。しかしこれは私の求めているチャーハンとはやや異なる点がある。確かにパラパラ具合は申し分ないが、しっとり感がない。ヘルシーさなんてちっとも求めていない私にはやや油分が足りなかったように思える。また気持ちばかりのトッピングであるグリーンピースと紅生姜がないことから見栄え的にもやや問題がある。それに何より私には根本的に解決せねばならない欠陥があった。鍋振りである。
生米を使った鍋振りはそれなりに練習してきた。それでもプロとの間にはどうしても越えられない壁があった。己に限界を感じ、悩みに悩み抜いた結果、私がたどり着いた先は感謝であった。自分自身を育ててくれた料理への限りない大きな恩。自分なりに少しでも返そうと思い立ったのが1日1000回感謝の鍋振りである。気を整え、拝み、祈り、構えて振る。1000回振り終えるまでに初日は18時間以上を費やした。振り終えれば倒れるように寝る。起きてはまた振るを繰り返す日々。だが無駄ではなかった。1000回振り終えるのに1時間を切った時、私の鍋振りは音を置き去りにした。体感時間を限りなく圧縮した刹那的時間の中、一連の動作はこの上なく流麗かつ緩やかに行われているようだった。つまり真相は不可避の速攻である。こうして2度目の調理に入る。もはや課題点は考えなくてもわかる。余計な説明も語るに及ばず、もう何も喋らない。喋り疲れた。ここで私は一点気づいたのだが、いつの間にかチャーハンの中にグリーンピースが具現化している。これも修行の成果なのだろうか。そのうち鍋や包丁すらも具現化できそうな勢いである。というわけでこれが今の私にできる最高のチャーハンであった。もはや目立った改善点がないほど素晴らしくうまいチャーハンへと成長した。これなら下北のネイティブ下町中華のおっさんも「It's so good」と言いながら私の胸に飛び込んでくるに違いない。これにてチャーハンシリーズは一度完結となる。今度は赤坂離宮のシャントンローハーチャーハンの再現でもしてみようか。私のチャーハンへの探求はまだまだ続く。